おはようございます。ケンです。今日もテスラに関する最新の3つのニュースをお届けしていきます。FSD がヨーロッパで大きく前進し、アメリカでは大雪の中でも安定して走行する姿が確認され、そして商用トラックのテスラセマイが300台規模の物流会社から大きな信頼を得たという話です。一見バラバラに見える3つのニュースですが、実は1本の線で繋がっています。テスラは今、AI と自動運転、そして商用フリートという3つの領域で同時に存在感を高め始めています。この動きを理解すると、テスラが次にどの方向へ進もうとしているのか、より立体的に見えてきます。今日はその裏側を分析しながら、これがテスラ投資家にとってどんな意味を持つのかを深掘りしていきたいと思います。まず最初に、今回の3つの出来事をざっくりと整理していきます。ヨーロッパでは FSD の同場デモが非常に人気で、当初の予定を大きく延長し、なんと2026年3月まで実施されることになりました。これはテスラのスタッフが運転し、顧客は助手席で体験する形ですが、ヨーロッパという厳しい規制環境の中でテスラが体験を広げようとしていることがわかります。次に北米では大雪の中を FSD が安定して走行したという映像が注目されています。白線が見えにくい状況でも車が位置を把握し、落ち着いて走行している様子が話題になっています。過去には雪道で苦戦したケースもありましたが、そこから大きく改善した可能性があります。そして3つ目は、テスラセマイに関するニュースです。300台規模の物流会社であるケラーロジスティックスがセマイのプリ導入テストを行い、その性能を高く評価しました。これは単なるデモ走行ではなく、実際の業務を想定した運用テストであり、商用車市場でテスラが本格的に存在感を出し始めたサインでもあります。ここまでが今回の背景です。では、ここからしっかりと深掘りをしていきたいと思いますけれども、まず FSD のヨーロッパ展開についてですが、これはテスラにとって非常に大きな意味があります。ヨーロッパでは UNECE の厳しい規制によって自動運転の機能が大幅に制限される地域です。アメリカのように自由度が高い環境ではありません。そんな中で FSD の同場デモが2026年まで延長されるほど需要があるというのは単に興味があるだけではなく、ユーザーがテスラの自動運転に価値を感じている証拠じゃないかなと思います。そして今回の動きでテスラは欧州当局に対してもメッセージを出しているように感じます。これだけの需要がある。だからこそこれっていうのは市場の必然だと。AI が実社会の中でどれだけ安全に振る舞えるのか、その評価をユーザーの体験を通じて裏付けようとしているように見えます。もちろんルール整備がすぐに追いつくわけではありません。ただ2026年まで体験の場を広げていこうという意思を示した時点で、テスラは欧州解禁に向けた長期戦の構えに入ったと考えていいんじゃないかなと思います。では次に大雪の中での FSD の走行についてです。僕はこれが今回の3つのニュースの中で最も象徴的な出来事だと感じています。なぜなら悪天候は自動運転の最大の壁だからです。自動運転システムは基本的にカメラやセンサーを頼りにしています。テスラの場合はカメラをベースにしています。そして雪によって白線が消える、道路の形状が雪で覆われる、対向車のライトが反射して視界が悪くなる。こうした状況は AI にとって非常に厳しい環境です。しかし今回の映像ではFSD は慌てることなく一定のペースで道路を認識していました。これは単なる改善ではなく AI の環境理解が新しいフェーズに入った可能性を示しています。しかもこれはテスト走行ではなく実際の道路です。北米北部やカナダなど長い冬を持つ地域では雪道対応は実用化の必須条件です。テスラはこの点で着実に前進しています。もちろんまだ万能ではありません。ドライバー監督は必要です。でも雪道は苦手という定説を少しずつ覆し始めています。
これは FSD の普及にとって重要なターニングポイントと言えるのではないでしょうか。そして3つ目のテスラセマイです。キラーロジスティクスのような300大規模の物流会社が実地テストに参加し、その結果をポジティブに評価したというのは非常に大きな意味があります。なぜなら物流業界では走行距離も運行頻度も桁違いに多く、車両コストや燃料コストが利益に直結するからです。その中で本当に使えるのかという判断は非常にシビアです。キラーの評価は流行だからとか話題性があるという理由ではなく、実際に使えるかどうかを重視したものです。彼らは稼働率、保守性、コスト、インフラといった物流の実務視点でテスラを見ています。そしてその視点で前向きという判断が出たわけです。これはテスラにとって商用市場での信頼性を大きく高めるニュースと言えます。はい。ということでここまで3つの動きを見てきましたが、僕が一番注目しているのはこれらがすべて体験と実証に関わっているという点です。ヨーロッパではユーザーが FSD を体験する。北米では大雪という実環境で FSD が試される。物流ではセマイが実務に近い形でテストされる。つまりテスラは今、机上の理論や発表会でのデモではなく、リアルな現場での実証をどんどん積み重ねています。これは AI 企業としての成熟フェーズに入ったサインだと感じています。さらに言えば、テスラは乗用車を中心とした企業から AI を核とした総合モビリティ企業へと変わろうとしています。FSD とセマイ、この2つが実用化に近づくと、テスラの収益構造は大きく変わります。イーロン・マスクさんは以前から将来のテスラの価値は自動車そのものではなく AI と自動運転にあると語ってきました。今回の3つの動きはその方向性を裏付けるような内容と言えます。では、これから何が起きるのでしょうか。まず FSD は2026年前後にヨーロッパで段階的な解禁が始まる可能性があります。もちろん規制の壁は依然として高いですが、市場の理解が進めば流れは変わります。雪道対応の改善は北部地域での普及をさらに大きく後押しします。冬に頼れない自動運転は実用面で致命的です。そこを克服できれば FSD は年間を通じて使える価値を持つようになってきます。そしてセマイが物流会社に採用され始めればテスラのビジネスモデルが大きく広がります。高稼働率、高利益、高データ量という商用フリートは AI の学習にも向いています。ここに本格的に参入すれば、テスラは乗用車市場とは全く違う成長曲線を描くはずです。最後に今日の内容を踏まえて一つ皆さんに聞いてみたいと思います。もしテスラが乗用車向けの FSD と物流向けのセマイという2つの領域で同時に成功したとしたら、その時のテスラの企業価値はどこまで伸びると思いますか？これは単に株価が上がるかどうかという話ではありません。テスラがどんな未来を築くのか、その未来にどれだけ広い市場があるのかという視点が必要となってくるんじゃないかなと思います。僕は本当セマイに関しては、セマイに FSD が搭載された時にかなりの物流革命が起きるんじゃないかなと思います。そしてトラックっていうのは一台一台の金額も大きいですし、そうなってきた時の破壊力っていうのはめちゃめちゃあるんじゃないかなと思いますけれども、皆さんはセマイについてどれぐらい期待をされていますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は少し上昇し、現在448ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。さて、今中古の取り扱いをしていますが、今のサービスは続けていきますが、それにプラスして、ボクシブと協力してやっていくことになりました。ボクシブの場合は、バッテリーの状態もわかりますし、写真などもたくさん撮っているので、車の状態がわかりやすいです。ただ、欠点としては数がそんなにないっていうのがあります。一方で、僕はテスラの情報、オークションでの情報をお渡ししています。こちらは在庫としては持っていませんけれども、数はあります。なので、僕のところか、ボクシブで中古テスラを買われるのがいいんじゃないかなと思います。また、関東在住の方限定にはなりますけれども、ご自身のテスラを売って、新しいテスラを買おうかなと思われている方、
が、そんな方はボクシブライトニングで車を売られてみてはどうでしょうか。ボクシブの中古売買に関して詳細を概要欄に記載していますので、興味のある方はそちらをご覧になられてみてください。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。